皆さんこんにちは。今日はドイツで生きるにあたって私が辛いなと思うことについて日常の風景とともにお話ししたいと思います。本当はドイツ生活の良いところ5選の動画を上げる予定だったのですが、最近悲しいことがありまして先にこの動画を作ることにしました。先日祖母が亡くなりました。去年春に日本一時帰国予定でしたが、コロナの影響でキャンセル。この夏にワクチンを打ち終えて日本に行く予定だったのですが、元気な祖母に会うことができませんでした。本当ならすぐにチケットを取って飛んでいくのに、今日本へ飛んでも最初の数日間は指定されたところで宿泊、その後も2週間は交通機関は使ってはならないので、東京から大阪へ簡単には行けないんですよね。最後のお別れすらできないのが本当に辛いです。ドイツと日本は遠すぎます。ドイツ生活で辛いこと一つ目はこれですね。週末にちょっと日本に行ってくるとはいきません。それを十分に理解した上でドイツで生きることを決めたのですが、家族、親戚、友達に簡単に会えないのは本当に辛いことです。それでも自分で選んだ道なので後悔は全くしていません。通常であれば年に一度は日本一時帰国するか、母がドイツに遊びに来てくれたりするので、こんなに長くお互いに会えないということはないんですけどね。辛いことばかり話すのもあれですが、あと4つほど辛いことをお話しします。2つ目はドイツ語が下手なので会話についていけないということです。それは努力次第でしょとか、辛いなら勉強すればいいと言われたらそこまでなのですが、1対1だと分かりやすく説明し直してもらったりできますが、例えばママ友3人4人となってくると完全に会話についていけません。気を使って話を振ってくれるとかもないですからね、ドイツ。夫の友達のパーティーとかも最初の頃は本当にしんどかったです。ドイツ語を頑張るしかないですね。あと eBay クライン安在元という日本でいうメルカリを使っているのですが、ドイツ語でのやり取りなので、わからない時に翻訳機能を使ったり、夫に聞きに行ったりと、日本語なら自分一人で解決できることをいちいち誰かに聞いたりしないといけないのが結構ストレスです。あと、ある手術をするときに全身麻酔を受けるので、説明を受けに行った時も一人ではさすがに不安だったので、義理のお母さんについてきてもらいました。ドイツ語が完璧にできなくても困らない程度にまで早くなりたいものです。3つ目はお店や役所で冷たい対応をされることが多いということです。サービスを期待するのはやめるとしても、こちらは何かを買いたいだけなのに明らかに不機嫌な態度や冷たい対応をされることがあります。私はここドイツでは外国人なので、外国人局とのやり取りからは逃げられないのですが、運が悪いと本当に嫌な態度を取られます。私は外国人局で嫌な態度を取られた記憶はないのですが、とにかくいろいろな話を日本の方々から聞きます。冷たい対応もきついですが、人によって必要な書類が変わったりと本当に大変です。4つ目はとにかく天気が悪いことです。太陽を浴びる時間が明らかに日本と比べて少ないです。ドイツの夏は最高なのですが、8月のお盆が過ぎたあたりから涼しくなってくることが多いです。10月の最後の週の日曜日に冬時間に戻るので、一気に暗い時間が長くなります。でも11月や12月はクリスマスマーケットがあるので、心はまだウキウキなのですが、クリスマスを過ぎたあたりから寒い、暗い、太陽出ないが続くので、1月2月3月くらいまで結構きついです。3月の最後の週の日曜日にまたサマータイムになるので、そこからはまたドイツ人たちも元気になっていく印象があります。
天気が良いとドイツ人たち機嫌が良くなります。ある冬は2週間連続曇りと雨が続き、本当につらかった記憶があります。ドイツで生まれた赤ちゃんは1歳くらいまでビタミン D を飲まされますし、太陽の光を浴びるって本当に重要なことなんだなと実感します。私も冬はビタミン D を摂るようにしています。夏は本当に気持ちいいんですけどね。さて、ドイツで生きるにあたって辛いこと4つ挙げてきましたが、5つ目はやはり食文化の違いですね。今は糖質をできるだけ取らない生活を送っているので、どちらにせよ白米やうどんは食べないのですが、ドイツに来て最初の頃はじゃがいもはもういい、酸っぱいパンはもういい、お惣菜やおいしいお米を食べさせてくれと思ってました。最初はワーホリで来ていたので、高い日本のお米や食材を買うわけにはいかず、ハノーファーにも日本人が握るお寿司屋さんはありますが、しょっちゅう食べに行くわけにもいかず、ドイツ人ってそこまで美味しいものを追求しないというか、正直言ってドイツ料理ってそこまで美味しくはないです。ドイツに旅行に来て食べる料理は美味しいですけどね。でも実際生活するとなると、毎食ドイツ料理はきついです。普段は私が料理すればよいので毎食ドイツ料理にはなりませんが、入院中、特に出産後、めちゃくちゃ辛かったです。朝と夜は冷たいパンにチーズにハムにジャム、昼食だけ温かいスープなどが食べられました。ドイツでの入院生活、何が辛いってドイツ語より入院食でした。ドイツで入院や出産予定の方はどなたかにお弁当を持ってきてもらうか、あらかじめおにぎりやインスタントのお味噌汁などを準備しておくことをおすすめします。皆さん、ドイツレストランに行ったことはありますか？出てくる料理が見事に茶色一色だったりもします。がっつり食べたい時にはドイツ料理良いですけどね。食文化の違いで夫婦に亀裂が入るってこともあるそうで、私の夫は日本食は好きなので、私が料理したものに文句は言ったことがないですが、文句を言う人がいました。息子です。食文化の違いをお互い受け入れることができた方が夫婦としてはうまくいきやすいかなと私は思います。お隣の国フランスや隣ではないですが、イタリアやスペイン料理はあんなに美味しいのに、夕食はパンにチーズにハムだなんて。でも夕食の準備がほとんどないので、日本のお母さんたちに比べたらだいぶ楽ですよね。どこまでも合理的だなと思います。ドイツ生活での辛いことを5つ挙げました。私が感じることなので皆さんに当てはまるとは限りません。辛いこともありますが、私はドイツ生活が好きです。なんやかんやドイツ人って優しいし、緑が豊かで日本にあるものもお金を出せば手に入ります。でも今回の祖母のことで、やっぱり年に一度は日本に行けるようにしようと思いました。普段の生活は華やかでなくていい。必要最低限のもので生き、倹約家のドイツ人を見習い、家族で日本に行くための資金、もしくは母親がドイツに遊びに来るための資金を貯めようと思いました。もう日本に丸3年帰っていません。禁断症状が出てきそうです。早く皆さんも私たちも自由にどこへでも行ける日が来ますように。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。